最悪。これはあかん、これはあかん、これはあかん。この足回りちゃあかん。この足回りでいったらあかんって。皆さんごきげんよう。本日もゆいときよぴーチャンネルのお時間がやってまいりました。今回は大阪府東大阪市と奈良県生駒市を結び、日本一の傾斜のある国道として知られる国道308号線暗刈峠にやってまいりました。この峠は大阪と奈良を最短で結ぶため、つづら折りが少なく、ほぼ直線的に急勾配を駆け上がっていきます。あまりの急勾配で、アスファルト舗装が困難なため、コンクリート舗装が敷かれていて、まさに過酷な道であるということがわかります。最大傾斜は驚異の 37% です。LSD が入っていない車が一度止まってしまうと、ブラックマークをつけるばかりで、脱出することは困難なほどです。また、道幅も狭く、車1台がやっと通れるほどで、対向車が来たら離合するのも大変です。今回はゆいって市による暗刈峠アタックの様子をご覧ください。ではスタート。そこを左やな。これだけじゃん。これいけんのかこんなの。えぐ。これ対向来るだろ。え？対向来るんちゃうか。来たら終わりやで。これが暗刈峠です。こっかこんなら。とこ走らされてるの私。うわ。うわえぐ。もう何？行くんか？何？やめろ。行くしかない。行くしかない。どういうこと？うわ、後ろから車来てるわ。行くしかないわこれ。後ろから車やめてほしいな。慣れてる人に先行ってもらおう。暗刈峠は奈良県生駒市。こんなん言うてる場合ちゃうな。言うてる場合ちゃうわ。上がってこう。軽トラガンガン上がっていくね。こんな。これ何度？まっすぐ？うん、まっすぐまっすぐ。何これ？これはマニュアルは無理やで。あの軽トラすごい。もう死ぬ。ああ。おお、えぐいなこれ。うわ、車や。最悪。どうどうするってこれ。する？ケツ入れるここ。こっちにケツやな。そっちにケツ入れようか。それバック。これエブすごいケイ。これまだあと 6分で頂上に着くっていう話になってるけど。もうゲ出る。ゲ出るか。この暗刈峠に関する情報はとりあえず頂上に着いてから頂上に着いたというかもうナレーションで入れるしかないな。これ真剣に運転したら無理だな。これ喋りくの流れとか無理だわこれ。これすっごい急勾配だぜ。ぜひともこれマニュアルのスイフトスポーツで挑戦していたくれるつわもの緊急募集させていただきます。これどこやこれ。なんか頭痛なってきたな。全身に力入る。これマニュアルで無理か。うわー来たねこれどうやってどうするあ、よけてくれたわ。地元民すげえ右にすっげえさすがこの左右入れ替わってるの2号。苦しい。これしんどい。あと5分や。これはいかついな。おおよくこれはなんだこれ。急ぎ。飲んでら。まだ行く？もうあと5分やね。
道やろ。自転車の子おるよ。自転車のツーリングもされてる方が。すごいな。まだ上がるん。うん、まだあるしかないな。これちょっと外出ても撮影したのかなと思ったけど、それどころちゃうぞこれ。何のピや。あ、水温や。水温100度超えたわ。水温上がる、バンバン上がるな。これ太鼓、これほらこれタイヤのコン、これいけるか。いけるこれ。ちょ降りていい一回。無理か。もういい。あ、すげえすげえ。これ止まったらアウトやな。でもこれサムネの写真撮りたいけど無理やなこれ。あ、来たわバイクが。超難所や。ここが難所らしい。何が難所だ。上がらん可能性がある。あ、いけたいけた。あ、全然いけるわ。おお、すごいこれ。サムネ撮ってる場合ちゃうな。サムネとか撮るとか言い出したらしばくからな。うわ無理やから。止まられへん。無理。あ、しんどい。もうゲー出る。これはすごい。あ、しんどい。えぐい。あ、ここで写真撮りや。はい。ちょっと。あ、しんどい。すごい匂いするわ。なんの。もうエンジンからなんか焼けてる匂いする。こんな臭くて大丈夫な。うん、大丈夫。ちょっとエンジン冷やしとかなかったけど、まあいいから96度まで下がったし。貼って。運転？うん。無理。マジか。ゲー出る。マジかって何？いやどういう意味？俺が運転しても入へんやろこの動画は。こんなとこ行けんのかよ俺。横演習なしやで。私も予行演習なんかなかったよ。ちょっと前に来んな。この辺だいぶ楽やな。バイクか。でももう一平が一番難しいとこクリアしてくれたみたいやな。どうやら OK やな。難しいかった？難しいとかじゃなかったね。一回タイヤ空転してたとこあって。これ来たら終わりやで。これをもう一回帰らなあかんっていうの。同じ道じゃないと帰られへん。いや、行けると思う。これどこ行くの？これどうなるの？どこ？まっすぐ。まっすぐ。308号線国道な。これ。えぐい。これ対向から来たら終わってんで。ようこんな大きい車でここまで来れるな。こんなとこ。これマジで行けんのこれ？まっすぐってなってるから。でもやめたかったらやめ。後ろから来たもんだって。
白切ってから来たらもう行かなしゃん。これも狭すぎるね。怖い。これ太鼓来たらどうすんの？バックすんの？これだってむちゃくちゃギリギリだぜこれ。そんなのめちゃんこ怖い。101度。あ、出た。あとこれこの辺りが頂上。これはあかん。この足回りちゃあかん。この足回りちゃあかんって。この足回りで行ったらあかんって。でもどうにかしないともう後ろの人の迷惑だから。そうやねんけど。ここ下んのかい。ちょっと見えへん。車幅も分からへん。怖い。これ抜けたんちゃう？抜けた。後ろからも来やろ。すごい過酷。これはちょっと精神的にしんどいわ。やばいね。しんどい。おいちょっと先が見えへんねんけど下りすぎて。もうこっからど出てないって何にも。ここがもう一番上。しんどい。よかったけどまだなんか狭いぞここ行くんかい。これ来たらバックせなあかんやんか。うまや。うわすごいね。うまい。こんな山の中に馬おる。本物やな。うまいね。ちょっと取ってくれ。乗馬料金とかあるから乗馬場っていうの。10分2000円。乗馬するためにあの道来んのか。あの道しかないんここまで来る。ないな。反対から来るしかないってことだよ。こんなん夜走ったら無理やな。夜は無理やね。ぜひともなんかジムニーとかでこんなん無理やな。無理っていうかでもバンバン軽トラとかいっぱい。快適に行くとすればジムニーやなこれは。車幅もなくてクッションも良くてガンガン悪路も走破できるようなそういった車じゃないときついね。どこに抜けるんよ。怖い。スピード出すぎるなこれ。出すぎんぞ。気をつけろ。セカンドに入ったままに。気をつけろ。かといってどうやったらだってすごいもんだねこれ高級下り勾配が。なんでか知らんけど登りの分私呼吸困難になりそうやったわ。もう頭痛かったな。人間あんな急に高いとこ登ったらあかんねんねきっと。もうだって耳が今あれをしてもこれだって気圧の変化に耐えきれてないなこの急勾配を一気に駆け上がったから。そんな関係ある？眠った。どっちやいやということでこれ下りもエグいやんか。このちょっとの間にめっちゃ疲れた。来た車が。怖い。向こうが待ってくれるパターン。その狭いところで。すごいしてほしいな。でも俺が呼ばなあかんねんけどなああいう時向こうが先に止まってくれてました。この緊張感がずっと続くこの道を走らされるっていうのはもうちょっとだいぶ苦行やったわ。でもいい練習にならへんこれ。なんのよ。運転の。なんでよ。分からんこの太鼓をこう先読み。普段からしてるよ。わざわざこんなわけのわからんとこで練習せんねんもん。あの人たちも YouTuber かな元ブロガーかな。知らんよ。心臓これ痛い。来たらどうなりすんねん。心臓痛い。っていうかそもそもこのガタガタする車で行くべきじゃないよ。突き当たりまで行ったらもう細い道がなさそう。なるほど。さあ戻るか。はい？サムネ取りに行かなあかんから。ほんまにしまくで。サムネ迫力のある一番難所の急カーブ。タイヤ空回りしたやんなだって。これ空回りっていうの。左。いやということで、ご視聴ありがとうございました。これで、ようやく車線の広い道路を走ることができます。これを皆さん見ていただいた方はぜひとも、第2曲がります。
もし機会がありましたら、スイフトスポーツのマニュアル乗ってる方も、チャレンジしていただければと思います。オートマでもしんどかったんでね。あーめっちゃしんどかった。精神力を削られるというやっか、ぱりもう水温も100度超えてたし、もうめっちゃしんどかった。あのまま運転しとったまま消えたしよ。なあこれオイル交換せなあかんわ。上りもすごいけど、峠の頂上からの降りると下り、あれはちょっとエンジンブレーキ使わないと。めっちゃ怖かったの。こうなんていうの、だってすごい先が見えへんもん。うんジェットコースターのこのカカカカカカって上に上がったところのこのこの角度やったらな、うんあれはすごかったマジで。第二阪の道路、上がるの。うんということで、これが第2ハンナを走ります。はい、本日もエリートキュービーチャンネルをご覧くださいましてありがとうございました。今回は、大阪府と奈良県を結ぶ国道で最も過酷と言われている暗がり峠を、走ってまいりました。最初は右っぺしに全部走破していただこうと思ったんですけれども、右っぺしが、断念するという急遽途中で走行を放棄するという、そう緊急事態に陥りまして、途中から私が運転することになりました。途中、やっぱタイヤが空回りするぐらいの急勾配と、途中離合するのが困難な細い道、たくさんのアクシデントを乗り越えて奈良県までやってまいりました。皆さんも大阪から万が一奈良県に行く機会がありましたら、ぜひとも暗がりトールチャレンジしていただきたいというふうに思っております。ただ車高ベタベタで行きますと、おそらく一番頂上のところでおそらく、なると思いますので、こういった感じで、スイフトスポーツで走行する動画をたびたび上げさせていただいております。ぜひとも当チャンネルを、チャンネル登録して、チェックしていただきたいというふうに思っております。以上です。終わり。もし万が一屋外地町外地に行っていただけましたら、チャンネル登録および高評価をお願いいたします。